ここは沖縄の那覇市若狭にある対馬丸記念館です。対馬丸の悲劇からちょうど70年後、天皇陛下ご夫妻をお招きして慰霊祭が6月27日午前10時に行われることになりました。私の父と母はすでにこの世を去っていましたので、私の兄テルボーが遺族代表として宮内庁より招待を受けていました。私は忘れもしません。金曜日朝のことです。その日は午前10時から対馬丸70年目の慰霊祭が執り行われました。沖縄の北部に住む私の兄テルボーはその日、名護市の自宅から車で2時間ほどかかる那覇市の慰霊祭会場である対馬丸記念館に向かっていました。その日は梅雨明けでした。地元の人間にとってもものすごく蒸し暑い日でした。さらに交通渋滞のせいで兄は式典に遅れそうでした。兄は黒の礼服でしたが、式典の開始時間に間に合わすため走り出しました。彼はやっとこの対馬丸記念館にたどり着きました。天皇陛下ご夫妻はまだ到着していませんでした。やっと間に合った。兄はこの木の木陰でそう思いました。突然、兄は胸に強い痛みを覚えました。彼は極度の脱水症状から心臓発作を起こしていました。この木の近くで彼は胸を押さえてしゃがみ込んでいました。それに気づいた天皇陛下の護衛の警察官が兄に声をかけました。大丈夫ですか？兄は痛みがひどくて唇を強く噛み、口から血が流れていました。そして兄はそのまま倒れました。兄は護衛警察官の腕に抱かれてそのまま意識を失いました。式典開始の数分前に日本国天皇夫妻は会場に到着しました。天皇夫妻が対馬丸記念館にここに入ってきました。その時、兄は向かいの建物の駐車場の陰に体を移動されて心臓マッサージを施されました。救急車が到着して兄は救急病院へと搬送されていきました。しかし約2時間後、兄は死亡が確認されました。私はこの出来事に何とも言えない因縁というか巡り合わせを感じました。私の父の最初の子である清はその母と共に対馬丸で命を落としました。父の3番目の子であるテルボーもまた対馬丸記念館で命を落としました。ここは犠牲者を祀っている小桜の塔の石碑です。対馬丸沈没の犠牲者の名前が市町村別に記されているところです。兄の名は沖縄市にあります。兄の名は沖縄市にあります。母親のよしと宮城清の名前がそこにあります。私は兄二人の死で一気に過去の記憶を思い出しました。太平洋戦争で対馬丸で命を落とした兄の代わりに
私は生を受けてベトナム戦争下の基地の町コザで私は幼少期を過ごしました。当時のコザの町はいつも戦争の匂いが身近にありました。私は1959年6月、生後2ヶ月の頃です。沖縄本島中部の宮森小学校に米軍のジェット機が墜落して多数の死傷者が出ました。私の小学校通学路にはこの写真ですが、センター通りといって米軍人のための繁華街がありました。私が幼稚園に入園した1965年には米軍がベトナムのダナン海岸に上陸してベトナム戦争が始まりました。1968年、私が小学校3年生の頃にはベトナムに55万もの米軍が駐留して連日近くの嘉手納基地から B52 が北爆のために出撃しました。学校の授業中も爆音で耳を塞いでいた記憶があります。その年の11月に B52 爆撃機が離陸に失敗して大爆発をしました。住民の安全のため、その日は学校が休校になりました。1970年、小学校5年の頃、クリスマスを迎えた週末の土曜日夜、家の近くで車がいっぱい焼かれました。なぜか白人の車だけが78台焼き討ちに遭いました。沖縄人住民の怒りが爆発したコザ暴動です。翌1971年には毒ガス輸送が始まり、また学校は休校になりました。おまけに楽しみにしていた臨海学校も中止になりました。1972年、私は小学校を卒業して九州熊本の学校へと進学してコザの町を離れました。その年の5月15日、沖縄は日本に復帰して私のジャパニーズ沖縄の歴史は終わりました。過去への私の旅はこの対馬丸記念館から始まります。